おはようございます。またはお疲れ様です。すっかり寒くなりましたね。朝息を吐くと白くほどけていくようになって、冬がちゃんと来たなと体が先に気づきます。重ね着が増えて、手袋とかマフラーが自然と手の届く場所に集まってきますよね。そんな季節の始まりです。ある寒い朝、あったかい飲み物が体の芯にじんわり染みます。今日のお供は無印のメープルマロンラテ。甘さの奥にどこか香ばしさがあって、ふと東宝シネマズのポップコーンの香りを思い出します。映画館のロビーでこれから始まる物語を待つ、少し浮き立つ時間みたいな香りです。あーちゃん、おはよう。寒いね。寒いね。どうしたあーちゃん。お日様が昇るまで勉強をします。なかなか学生の頃のようには頭に入ってきませんが、1日10分でもいいからとにかく続けることを大切にしています。今使っている教材は英語のハノン。音楽のハノンと同じで、反復を重ねながら耳と文法を少しずつ鍛えていく。派手さはないけれど、確実に基礎力がついていく感じが好きです。そして合間にしっかり猫充電も。集中と脱力、その切り替えを教えてくれるのはいつも猫たちです。10月頃、編んでいたマフラーをようやく編み終えました。長い模様編みを終えて最後の仕上げに入ります。その横であーちゃんはというと、私のカーディガンをわざわざ床に落として堂々と巣にしています。このずうずうしさでもちょっと見習いたくもなる。スチームアイロンをかけると、ゆるゆるだった編み目がキュッと締まって形が整っていく。糸がここが定位置だよと教えてくれるような感覚です。こちらのスチームアイロンは概要欄にリンク貼っておきます。綺麗な仕上がりに大満足です。
前こちらのそのもの小物の本より小さなバッグを編みました。今回はその時と同じ糸で太さが違う糸で編んでいくと大きなバッグになるそうなので、そちらに挑戦してみたいと思います。こちらが以前編んだ小さなバッグです。お財布と携帯を入れてちょっとそこまでという時にとても重宝しています。同じ糸なのにサイズが変わるだけで用途も雰囲気もガラリと変わるのがいいですよね。楽しみです。前回が4号のかぎ針だったのに対して今回は7ミリと結構太めな針を使います。その分サクサクと編み進めることができました。編み物をしていると気づけばあっという間に日が暮れています。こちらのランプは明かりとして使えるだけでなく、アロマキャンドルを置くと部屋の中にね、優しい香りが広がる仕様になっています。光と香りが重なると編み物の時間も自然と夜の時間へ切り替わっていきます。夕方からはダウンライトの下で作業します。こちらは箱入り息子の背中です。さあここで今日の一曲をお届けします。編み物の曲を書きました。今回はクラシックの音楽をベースに日本のチャンネルなので日本のテイストを混ぜて仕上げています。それでは聴いてください。編む日々。
モチーフをつなげる前にスチームアイロンで一つ一つ整えていきます。今回使っているのは編み物用のボードです。20センチのものを使用していますが、サイズもいろいろあります。こちらも概要欄にリンクを貼っています。こうやって刺しておくだけですごく綺麗に整っていくんですけど、やっぱりスチームアイロンを少し当てるだけで糸がキュッとしていきます。この仕上がりの違いを見てみてください。一目瞭然ですよね。ほんのひと手間で作品の表情がぐっと変わります。そしてこのままグレーの方も進めていきます。これでパーツが出来上がりました。翌日モチーフをつなげていこうと思った矢先のことです。ご覧ください。この我が物顔で眠る姿、もう嫌になっちゃう。あんなに時間をかけて編んだモチーフの上ですやすやと眠っております。もう完全に自分の場所になってますね。こちらのモチーフはまたゆっくり時間を見つけてつなぎ合わせていこうと思います。そのもののアルパカブークレを買ってみました。すっごく柔らかくて軽いです。全くチクチクしません。見ていただくだけでわかると思うんですけど、もうふわふわです。この糸でまた羽織物を作っていこうと思います。今回編んでみるのはこちら、サステナブルな糸で作る小物とウェア。この中からマフラーとしても
ボレロとしても使えるデザインを選びました。こちらですね。ふわふわとした糸の表情が冬の空気によく合うかなと思っています。楽しみ。編み始める前にしっかり予習をしてからスタートします。イメージも膨らませてね。背中から左右へ編んでいくイメージです。増やし目が少しだけのとってもシンプルなデザインだと思います。構造がわかるとこれはきっと大丈夫と糸に触れる前から安心できます。猫充電も忘れずに。糸始末をして完成です。今座っているのがシングル1人用のソファーなんですけど、ここに猫が2匹と私が座っておりますが、ほとんど私は座れておりません。お尻の半分座れてるかなぐらいですかね。猫優先の生活になっております。さあ完成しました。もうふわふわです。マフラーにするとこんな感じで厚みがしっかりありますね。本当にあったかい。そして柔らかい。ボレロとして着てみるとこんな感じです。手首のところに模様があって可愛いんです。これは軽いしあったかいし、寒い朝に起きてすぐ羽織るのにも良さそう。大満足の仕上がりです。今回はここまでになります。これからまだまだ寒い日が続きます。日本の皆さんも、海外でこのラジオを聞いてくださっている皆さんも、どうぞ暖かくしてお過ごしください。これからも一緒に編み物の時間を音楽とともに楽しんでいただけたら嬉しいです。糸と手が動いている間、冬はきっと少しだけ優しくなります。それではまた。